んにちは。モーバイルチャンネルからインターナショナルプレミアムを生放送します。司会のアデイトです。そしていつもの素晴らしいゲスト、世界平和委員会空手道本庁、長道院大学総裁です。よろしくお願いします。Today's top news. First, we are going to talk about Syria. So, they had this great idea to deliver all the chemical weapons out of Syria, and Syria joined this treaty against chemical weapons. But still, United States says that they are not giving up on an eventual attack. オバマがノーベル平和賞をもらってやはりできる限り戦争を少なくしようという、いろんな地域紛争をできるだけ少なくしようと、そして核の廃絶まで行うと調子のいいことを言っておきながら、主権国家に対して軍事介入するということはノーベル平和賞には値しない行為をやろうとしているわけだから、プーチン大統領はお前は一体何を考えているのかと、やめなさいと。このノースアイランドのサミットの時も、今回のサンクトのサミットにおいても厳しくその問題を追及したわけ、ほとんどの国は世論がもう反対しているわけです。そうですね、世論が、だから西側というのは民主国家ですから、 EU アメリカという議会があるわけです。すでにイングランドでは議会が反対決議をしたわけ。フランスにおいても議会はもう完全なる反対の今数になってきて、ドイツも反対している。賛成はサウジアラビア、カタール、アメリカ、ごく少数の利害関係が一致する国が賛成しているわけ。だからノーベル平和賞をもらったオバマにすれば、プーチン提案のラブロフとケリーが今話し合ってる、この条件を飲まないと、これは世界中から袋叩きになる。お前ノーベル平和賞返しなさいと。そうですね。だからシリアの核兵器は国際共同管理で収めようと。これでシリアが結構です、どうぞそれでやってくださいと言った以上はですね、何か所かに分けてる化学兵器の管理を国連といわゆる共同管理の体制を組み上げればいいわけだ。だからここでもうロシアが介入した以上はですね、アサド大統領もそれに逆らうことはまずないであろうと、でもその前に200万人の難民がいまだにこれトイレがない、それからテントもない、野宿状態のやつが100万人ぐらいおるわけです。道路でも寝てるという、これに対する緊急援助をなぜやらないのか。この難民に対してはほったらかす、そしてアサドを倒すための軍隊を入れるととんでもないことだ。でもイラクにおいてもですね、いわゆるスニ派とシーア派の激突内戦ですよ今。もう毎日もう60人100人が毎日死んでるわけだから、爆弾で。誰
がこういう国にしたのかってこと。これはアメリカの軍事介入にいやいや36カ国が付き合わされてフセインを倒すということで参加したことによってフセインは殺された。だからこういうフセイン殺したらもう用が済みましたから帰りますで帰った後、イラクの社会は大混乱して秩序がなくなって、当時能力が今のシーア派においてもないという。それでスニー派とシーア派がまた喧嘩している。誰が責任取るんだこれ。ますます内戦は悪化していくであろう。まあこういう矛盾だらけのですね国際政治の中で今オバマ大統領は笑い者になっているわけです。何が軍事介入だと、誰から頼まれてもやってるんだと。サウジアラビアじゃない、カタールじゃないのかと。これらのパイプラインの利権にいまだに固守してるという。だからこれ軍事介入しない言うたら金もらっちゃってるから、金返せと言われるオバマも、金返せと、お前たちは戦争やるからじゃ金払ってんだと、金返せ言われるから、いや万が一うまく和平が共同管理ができないときはもう一回軍事介入を考えるというわけのわからんこともちらっと言うわけね。それはスポンサーに対する一つの方面で言うわけです。だからここへ来てですね、やはりシリア国内で100万200万という市民が地獄の苦しみを味わっているということを全世界がもう知ってるわけでしょう。それに対しては一切のいわゆる人道的支援がほとんどしてないという。そして何が軍事介入をしなきゃいかんのかと。アサドが悪いのかと。何も悪いことしてないんだアサドは。何回も言うけどもアサドはきちっとシリアをまとめて親の代から、そしてロシアと提携して平和な国で観光客もたくさん来てそれなりの皆商売をやって慣れたって有名だったね、ダマスカス。ダマスカスでもみんなね豊かな生活をしてた人いっぱいおるわけ。もともとこれはフランス人の国だから、フランスも相当力を入れてた。ところが今やもう大混乱もええとこで、帰っても住む家がないような状態で、どこへ帰ったらいいのか分からん。200万人の難民はこれどう始末つけるんだよ。これ200万もの難民を誰が責任持つんだと。アサドが責任持たなきゃならないのかと。わしらはねこういうものに対しては大国のエゴというものを許しちゃいけないという、これはやっぱり本当の正義はどこにあるかと。主権国家であるアサドお前やめろと言って他国の軍隊が入り込んでそれで攻撃するぞと、やめなさいと。これは主権を侵害したことになるわけ。そういうことはあってはならない。それから今のようなですね、サリンをお前撃っただろうと、この国連がミサイルで撃ったということを言い出している。でこれはアルカイダが撃ったということをロシアもアサドも言ってるわけです。そうですね。なんかそのミサイルは、ロシアで作られてるはず。今ユナイテッド・ネーションズがリポートを出してる。でその
ミサイルに、ロシア語ので書いてたそのボディですから、エンジンはロシア系で、ウォーヘッドはついてなかったから、それは誰か自分で作ったかもしれないけど。いやいや、そういうミサイルは飛び交ってるわけだから、ロシア製のミサイルも飛んでるだろうと。しかしそういうものをでっち上げる場合は、ここのロシア系のミサイルの上にサリンが乗っかってたと。これは誰も証拠がないからわからないわけで、どっから飛んできたもわからないわけ。おそらく政府側の陣地から飛んできたんだろうという。そうですね。そういうものでもうこの間からでっち上げようとしてるわけだから、あくまでもそのロシアはアサドはサリンは兵器として使うはずがないと、使ってないと言い切ってる。そうするとやはりアルカイダとかいわゆるテロリスト集団が金をもらって入り込んでるわけですから、このテロリストに誰が金を配ったんだって、アサドが配るわけないだろう。テロリストたちに自由シリア軍という名前で誰が武器を渡したんだと。アサドが渡すわけないだろう。シリアの市民が渡すわけないだろう。この金を渡し武器を渡したのは誰だとなれば明らかにサウジアラビア、カタール、イスラエルということは明らかなんだ。そうするとサリンもそこから出たんではないかという疑いをまずかけられて当然なんです。だからこの勝負はもうプーチンの勝ちだと。そう、1日前またトルコがシリアのヘリコプターを撃って落ちちゃった。激怒したね。なんかシリアのヘリコプターは2キロぐらいトルコのエアスペースに入ったイメージで、でアサドはトルコはそういうアタックをやめてほしいというか、今ちょうどちょっと平和になりそうだったのに、まだまだそういう小さいなことで、いやだから紛争をどうしても続けたいというその戦争を推進するスポンサー、これは簡単には降りないわけだから、やらそうとする。そうですね。でそれを食い止めようとするアサドがおよびロシア、イラン、そういうところでプーチン提案をもって軍事介入はできないという方向で収まるであろうとこう思います。So Saichodo Daikaku reminds us that President Obama received the Nobel Peace Prize. So he would be supposed to behave according to such a high recognition, international recognition, and his duty should be to keep peace in the world. But probably the United States is still supporting Saudi Arabia and Qatar, and it was in the interest of these two countries who wanted to build the gas pipeline through Syria that this war actually started. So these countries, Qatar and Saudi Arabia, are sponsors of the rebels. So Saichodo Daikaku tells us who is giving the money and the bombs and the guns to the rebels. Of course, Assad himself is not doing it, and the population, they are too poor to being the ones to give weapons to the rebels. So it's the CIA, the NATO, and these forces, Israel, who are helping the rebels. And if we compare the situation with what happened in Iraq, at that time Iraq was a very stable country, but after taking down Saddam Hussein, the continuous wars in between Sunni and Shia are making this a total disaster. Every day, tens and dozens of people are dying, hundreds of people are dying. These religious wars in between the Sunni and Shia are continuing. So if they would take down Assad, it would happen the same thing in Syria. And Syria used to be a very stable country.
Damascus was famous. Many tourists would go. A beautiful country, and Assad's family were able to keep it under control and peaceful for so many years. And now, because of this pipeline, the powers of the world and the industrial military complex did try to create this war. Now, thanks to Putin's initiative to have Syria resign all their chemical weapons, Syria accepted this, and Syria is even joining the treaty of all countries against chemical weapons. So we could say that Putin had a huge victory against United States, and even United States, even the most laughable TV station, Fox News, are saying that United States was castrated thanks to Putin. Putin managed to keep this war out of happening by his way of politics. And even though the war was almost averted, still there are these countries who are trying to keep it going on, and Turkey the other day shot down a helicopter, a Syrian helicopter, on the reason that it was 2 kilometers entering in their airspace. And so this, the interest to continue the war is still there, but like Sosai Chodoin Daikaku told us, it is thanks to Putin and to his strength that it was averted, and we have to focus on the 2 million people who had to run away to leave this country, to leave Syria, who have no tents where to sleep. They do not have electricity, toilets. Their life is incredible in total dirtiness, destroyness. And Obama, who received the Nobel Prize, what is he doing now? So most important is to take care of these 2 million people. We go into commercial and see you after the break. スーパー乳酸 CPL をご紹介いたします。スーパー乳酸 CPL は東海大学医学部においてがんが消滅する現象から発見された物質で、食品分子量が2000以下の超微粒子のため、腸管からの吸収が良く、体の隅々まで浸透します。健康と美容に大変役立つ健康食品です。美しく元気とはつらつとした人生を過ごしたい。美容や健康が気になりだした。体力が落ちてきた。このようなお悩みを抱えている方にぜひおすすめしたい砂糖大根を原料とした健康食品です。お問い合わせはこちらまで。お待ちしております。Welcome back, and next stop is Mexico. 2 tropical storms resulted in huge floodings in Caribbean area, and Acapulco, a very famous city where thousands and thousands of tourists are right now going there to enjoy the beauty of Caribbean Sea, are trapped and not able to leave. Landslides, crushed houses, and there is no place to land airport. このいわゆるデザスターという水害というか、これ何もメキシコに限らず、アメリカの各州何か所でも起こってる、ヨーロッパ起こってる、ロシアのプリムスクにおいても起こってる。日本でも先週からかなりの大きな犠牲が出る水害が発生していると。このいわゆる地球における気象の変動というものはとどまるところがなく、ますます拡大していくだろうと私は思います。で、ある症状が出た時はもうかなり限界に
達してるわけ。だから人間のがんでももう自覚症状が出た時は手遅れだという、この地球におけるこの CO2 問題を含む温暖化現象、温暖化現象から起こる異常気象、これだけ出て北極海の氷が溶けて海面が上がるという、ここまでもう自覚症状が出過ぎるほど出てるということは、いよいよ末期症状だと、こう私は言えると思うんですよ。そうですね。だから大自然がですね、怒り狂ってるということですね。これは人類に対して、他の動物生物に対して怒ってるんじゃない、人類がやったこと、人類の文明科学なの。それによってガスをバンバカ焚き、石油どんどこ燃やし、石炭を掘って掘りまくる、この中から出てきた症状だから、人災ということ以外に何も出てこない。この責任は誰が取るんだと、これがもう責任持っていくところがないわけ。国連持っていっても俺たちは知らないとこ言うだろう。アメリカへ持っていったら日本がお前悪いんじゃないの、日本に持っていけばうちは関係ありませんと、誰も責任取らんだろう、これはおそらく。しかしみんな世界中の人類が大変困ったことになっているという、これはただ水が出て山に火事が発生して竜巻が起こってハリケーンや台風が来てというだけの問題じゃない、食料がなくなるということにもつながる。その食料がなくなった時に70億の人口がどんなして飯を食っていくんかという、70億の人類が今全部が消費文明に向かっているわけでしょ。どんどん使おうと、どんどん生産しようと、どんどん消費しようと、使ったら捨てていこうと。そうですね。もう作られてる食べ物の3分の1捨てられるんだって。そうでしょう。3分の1、ものすごい量、全世界で作ってる、食べ物が3分の1はゴミになっちゃう。でそれのせいでまたこの CO2 が、アメリカとチャイナの経済と同じ量出てます。いやだから食べ過ぎという上にまだ余らして捨てるということだろう。そうですね。だから私はこれらはですね、70億の人類が今食べてる量をですね、3分の1の食料でも人間が滅びない生存できる方法を考えなきゃいけない。そうですね。そのためには人間の体を小さくすると、1メーターぐらいにしちゃうとね、まず1メーター、そのうち50センチぐらいの人間にしちゃうと、ね、でそれは50センチぐらいしたら食べ物が3分の1、4分の1で済むわけ。で特に、いや昔は小さかったんだから、昔は、乃木秀丸の靴見たらよ、家行って靴置いてあるから見たら、21センチぐらいだよね。うわー、子供の靴だよまさに、奥さんの靴はもっと小さいんだから、これ19センチやから、これ小学校2年生ぐらいの体だったんだよ。乃木秀丸の日露戦争で乃木将軍が、児玉源太郎はちょっとわからないけどね、とにかく明治の人はね小さかったと、それがどんどん大きくなってきてるわけ今、食べ過ぎてるわけ。その上食べ過ぎてるわけ、例えば太っとるんだよみんな。キュウリの形ちょっと曲がったら買わないし、バナナのなんかちょっと茶色くなったら買わない。だからみんな食べ物に対してそのサイズとか、ああいう理由で捨てるとか人は買わない。価格調整というのがあって、大量に生産したら半分捨てるわけ。価格を下げない、落とさないために、価格コントロールするために過剰生産のものは捨てろと。だから千葉の山へ行った時に、
こう谷間に大根がザーッと、これなんだっつって大根が捨ててやるわけ、谷間に捨ててあった。捨てる、いっぱいもう大根が捨ててやる、これはちょっと持って帰った方がいいんじゃないかと思って、それほどまあでたらめな食料に対する管理がむちゃくちゃになってるわけ、だからね、こういうものをだから3分の1の食料で人間が生きていけるようなシステムを作らないといけない、そのためには食べないのが一番いいんだ。みんな食べ過ぎたの、バカ国民が、世界中が食べ過ぎるようになって、もう中国人の方が最近食べてる、太ってるんだ中国人も、私は25年前30年前中国行ったら、缶詰の空き缶でご飯食べとったから、あいつら缶詰の空き缶で茶碗がないから、ね、そうですか。そこへお茶かけてご飯だけ食べて痩せとったよみんな、ガリガリに、今みんな太りまくっとるね中国人。だから中国人インド人、これが10億15億で25億おるわけです。これが今まで貧乏してたから、地球上はまあバランスがついてた。これが贅沢しだして食べまくって使いまくったらどうなるかと、完全なる地球はオーバーヒートしても崩壊する、間違いない。そうですね。だからこういうものをね、始末しなきゃダメなんだ。食べるなって言わなきゃダメなの。So in Mexico, the floodings are keeping 40,000 people without place to live. But there are floodings not only in Mexico, as we know. We had in Europe, in East Russia, extreme huge floodings are going on. On the other hand, wildfires in the forests are destroying hectares and hectares and kilometers of forest. So it is a clear proof of how unbalanced the climate on Earth is, and the global warming is obvious. The polar caps are melting, and the water level the ocean level is growing, and it's all of us who are contributing to this huge climate destruction, and it will affect us. And when 7 billion people will be suffering, will not have what to eat in the future, that's what Sosai Chodoin Daikaku reminds us, that we have to worry, because the more the climate will be destroyed, the less we will be able to produce. And right now, humans are used, it's normal to throw away 1/3 of the food produced. Even though there are so many millions of people who are starving, 1/3 of the food is being thrown away. And people used to be much smaller, but they become large, and so they are consuming much more. Sosai Chodoin Daikaku, when he visited a samurai's house, Noki Hidemaru from Meiji era, he was a shogun, he said that the shoes of that gentleman were just 21 centimeters long, and his wife maybe 19 centimeters. So these people used to be all very tiny, but now they are becoming larger and larger. And if we think at the population of China and population of India, these two huge countries that have millions and millions of people living there used to be poor countries, and they were not able to consume. But nowadays their economy is better and better. Sosai Chodoin Daikaku tells us when he went to China many years ago, they were so poor they didn't have even dishes to prepare food, so they were using tin cans to prepare the food, and were eating from tin cans, from conserve cans. But nowadays the Chinese are becoming fat. Really, a folk that was very skinny are becoming fat, and same in India.
So the more people are consuming, the bad it's going to be for the climate. So Sosai Chodo in Daikaku tells us we should refrain from using that much food, and the population of these advanced countries should be able to deal by producing just 1/3 of the food that they are making nowadays and avoid throwing away. Next stop, North Korea and South Korea are restarting the Kaesong working factory. ケソン工業団地がですね、今週から再開して、昨日から生産を開始するということで南北の話し合いがついたと、まあそれに関してはチャイナ、ロシア、アメリカが裏で動いてないつんぼさ力は日本の立場である、ね、これが非常に私は寂しい。ケソンは再開された。南北のいわゆる融和が今からまた始まりかけている。非常に今の韓国の北に対する融和策もですね、中国と調整しながら上手にやってるわけです。中国を使いながら。だからパク・クネさんが、北京行って大歓迎される、その大歓迎されることは中国のいわゆるコントロール下にあるわけですから、北朝鮮は。それだけでももう北朝鮮はパク・クネに一目を置かざるを得ない。そこからケソン工業団地再開といったらはいっていうことになるわけ、ね、だからやっぱりこの北朝鮮へ直接ケソン工業団地を再開しましょうという対話よりも、北京に北と南の関係を改善しますからとやんなさいと、北京から北朝鮮にプレッシャーがかかる。ほんならはい分かりましたとこうまとまるわけです、この玉突きのやっぱりこの間接外交という、これをアメリカともやりロシアともやれば非常に効率のいい取り組みができるということで、いずれ南北統一のチャンスもあり得るだろうと、こう思います。So the works at that common ground for North Korea and South Korea will be restarted. And Sosai Chodo in Daikaku tells us that behind this it's Russia and United States who are each putting pressure on China, actually, because China is the one who is controlling North Korea. And so probably China had decided that and spoke to North Korea and had those two countries restart the collaboration, because the powers of the world want to see this situation ending peacefully. And Park Geun-hye is very influential these days. And so for now, the situation is going to be stable. Next stop, in Washington, we had again crazy killing, and 13 people have been shot by a former Navy serviceman, 34 years old, from Texas. And so this Aaron Alexis had a semi-automatic rifle and was shooting people around from a balcony. この問題で一番大きなことは、軍事施設ですから、海軍の。そうですね。ましてホワイトハウスからわずかの先にある。軍事施設というところへ、いわゆる簡単にも元海軍兵だと言えと思うんですね。ライフルを持って乗り込んで、そして建物の2階から食堂のおるやつをバンバン乱射すると。でセキュリティどうなってるんだと、
海軍の。ね、一応だからもうペンタゴンの初めですね、アメリカの軍隊のモラルが低下しているということはもう明らかですよ。だからペンタゴンが割れてると今、ね、だから3つに割れてると言われてる、ユダヤ人とアメリカエスタブリメントの、ね、それ以外の反ネオコンの連中と、もう割れちゃってるから、やる気がないんじゃないのこれ、もうアメリカの軍の規律っちゅうのが、こんなね簡単に入り込んで軍の中へバカバカ撃ち殺していくというね、これが元海軍兵だということか。これはテロリストだったらどないなるんだこれ。そうですね。アメリカの軍のセキュリティは全くなってたんじゃないかと言われるよ、世界中から。これ笑われてるはずだ今。そうですね。ね、彼一応そこに入る権利は持ってたみたい。いや働いてるから。ただこういう海軍の下請け会社に。そうですね。やっぱりそういう人たちは精神病とかうつ病結構なる。やっぱりそういう軍人関係とかまた戦争とかどっかいた人たちが戻ったら結構うつ病になる。その頭がちょっとおかしくなる。それで彼はそれまで2回もなんかどこかである人の車のタイヤをガンで撃ったとか、建物の中の住んでたところに地面にピストルで撃った。それでそういう事故があって、やっぱりちょっとねまあそれだから労務管理の問題でしょ。下請け会社の労務管理の問題で、はい、危険性のあるやつはそういうところをクビにしなきゃいけない。そうですね。確かにクビにするべきですね。だからそれはね、やっぱり誰でも自由に入れってね。これは軍隊の一体セキュリティはどうなってるのかと。この事件ではやっぱり全世界のアメリカ軍隊は笑い物になってるだろう。So the Washington's Navy ward was this place where 13 people were killed, and this former Navy serviceman Aaron Alexis, he actually had a legal allowance to enter there. He was working for the Navy, so it was not illegal to enter. But Sosai Chodo in Daikaku tells us how loose the moral of the United States Army became. And even if we can say that people who go to wars or who are in the military become depressed, become mentally sick because of this relation with the army and with the wars, they should be taken out of service. So this person already had 2 accidents. He was shooting the tires of a person in a fight, and then he discharged a weapon in the house. So he already had a history of being somewhat aggressive. So the army, the United States Army, should get out such people. So Daikaku tells us it's so close to the White House, and so he could have the security. What about the security? Are they doing their job? It's a thing that the entire world is laughing about United States for how it is becoming now. And last stop for today in Madrid, Catalonia is in Spain. Catalonia is wanting to split away from mainland, and Catalonia is the richest part of Spain, but is also the one that has the most debt, the most money that they borrowed from EU. まあこのカタロニア州の独立はここも5年ぐらい、から運動として、ますますスペイン全体の経済環境悪化の中でカタロニアの財を
他の州に取られるの嫌だと言ってます。そうですね。ね、俺たちは儲けてるんだと。俺たちの州は採算が合ってる。他の州は皆赤字だろ。だから俺たちの財産を配ってやるのは嫌だと。こういう運動だと思うんだけど。これはまあ昔はそのバラバラのスペインだったけど、統一されて国家になったわけだから、今ね、まあその俺たちは別だと言っても、まあ戦争もう一回してやるなら別だけど、戦争せずにですね、元は戦争して統一されたわけですから、今度はうちだけ儲かってるからうちは独立しますよというわけにはいかんと思いますよ。簡単にはいかない。そうですね。でもすごい 1.6 ミリオン人たちが街に出てデモをやりました。バルセロナとか。まあこれは一つのね、バルセロナやろ。観光地としてはやっぱり採算がいいわけ。そうですね。だから独立をさすことによって利権を得ようという外国勢力が働いているでしょう。だからまあそのいわゆるサウススペインの地中海沿岸にロシア人が今バンバン行っちゃうわけだ今ね、リゾート地に。だからまあここは独立させて、乗っ取っちゃおうかとスペインから、まあいうぐらいの考えを持つ人は当然出てくるだろうと思います。すごいですね。And so Madrid tried to avert this referendum, but in Catalonia, 1.6 million people went on the streets and made a huge demonstration and were waving flags that they want a referendum and they want to split from the mainland. Catalonia is a really rich area, and those people do not want to give their income through taxes to pay for the other parts of Spain that are bankrupt. So, Saichudoin Daikaku tells us that Spain was once upon a time split in many parts, but finally they decided to unite and it became one country. And he's criticizing them. He says they should not start to say that they want to split away just because they are having more money and they do not want to share the money with others, because it is one country, and so they should support each other. And Barcelona, it's a place where many tourists are going, so it has a lot of influence from outside. Many Russian tourists are going there nowadays. So, it's possible that this wish to split from the mainland was instigated by outside forces. So, also consider this option. We thank you for today and see you next week. これからも日本を取り巻く国際社会問題をお伝えしてまいります。ではまた来週。